土壁と私。こんにちは、土壁と私です。前回の動画で発覚した母屋床下のシロアリ。離れのシロアリ被害は知っていましたが、母屋のシロアリは想定外だったのでめっちゃショックでした。落ち込んだりもしたけれど、今は元気です。シロアリや。母屋も改修リノベしたいなと思っていたので、ちょうどよかったねってことにしておきましょうわ、う。シロアリに食われた木材はふわふわのサックサクに仕上がっております。母屋には田の字型の和室があります。残り3つの和室の床下の状況も確認してみましたのでご覧ください。先日の大雪で庭が雪まみれで、今日はドッグランの作業ができないので、こっちの母屋の現状把握をしたいと思います。あと残りの母屋の3部屋、こっちのあんまり使ってない和室と、あと全然使ってないこっちの和室と、もう一個こっちにあるんですけど、こっちの真っ暗、真っ暗や。こっちの和室の畳を開けて床下を見てみたいと思います。ふくちゃん、床下開けますよ。土壁と私。外した畳をあっちに逃がしましょう。了解です。やってみましょう。はーい。服はそっちに降りな。畳はキチキチで、どう上げたらいいものやらうろうろしてます。これぞまさに右往左往ですね。結局バールを隙間にねじ込むという力技で解決しました。畳が痛みそうで心も痛みますが、やむなしですね。腕がめちゃめちゃ筋肉痛なので持ち上げられるか不安ですが、頑張ります。しかし昔の畳ってめっちゃ重いですよね。コメントで畳を上げる時のコツを教えていただきました。教えてもらったことをまるで自分のアイデアのように言ってますが、コメントいつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。配置を忘れないように畳の裏にマジックで数字を書いておくことにしました。ちゃんと数字を書いたにもかかわらず、結局作業してる間に忘れてしまって、どんなやったっけってなっちゃったんですけどね。バカですね。今全部剥がしてみました。最初の母屋の床となんか違う高級っぽい板が引いてます。こっちの方が古いんだね。で、畳も上げて、なんか裏が微妙に色が違いますね。で、前回畳剥がして適当に戻そうとしたら全然はまらなくて、
多分順番がちゃんと決まってるということで書いておきます。こうでこれからこの床板めくって中を確認していきたいと思います。この板の並び順も忘れないように順番に剥がしていきます。叩いた木の音でシロアリチェックできるらしいです。シロアリ被害がない木はカンカンと音がして、食われている木はズンズンみたいな鈍い音がするんだそうです。知らんけど。彼がちゃんと分かって叩いているのかは不明ですが、ただ叩きたいだけのような気がしますね。土壁と私。全部めくって確認しました。根太も大引きも結構年季入っている材ですが、シロアリ被害はなさそうです。びっくりしたのが、床を支えているのがなんと岩なんですね。奥の床下も確認したいけど真っ暗だし怖いので、どうしたもんでしょう。石や、すごいねこれ。女とか大丈夫？石で支えてるってことでしょ。崩れへんか。石と木で家を支えているなんて、なんかおとぎ話の家みたい。シロアリあんま大丈夫そうだね。床下は思ったよりカラッとしていました。微妙なズレとかすごいね。この不揃いの木材で家を建てた大工さん、ほんまにすごいなあ。床下に潜るのが怖いのでカメラを潜入させます。床下はほぼ外。これは寒いはずです。他の部屋の床もチェックしていきます。EDM のリズムに乗せて20倍速でお届けします。ここは玄関に面している和室、さらに奥に台所があります。最初に確認した部屋ほどひどくはないものの、やっぱりちらほらシロアリ被害がありました。悟りました。古民家にシロアリはデフォルトです。悟りも開いたので元に戻していきましょう。